こんにちは、クルーズ客船で働くエリです。このチャンネルではですね、基本的に旅行とかクルーズ業界、私がクルーズ会社で働いているので、単純にクルーズに乗りたいお客様とか、あとはクルーになりたい人ですね。で、そういう人のために情報コンテンツというか、ためになる話をどんどんしていきたいなって思ってやってるんですけれども、最近ねコロナで全然ねなんかワクチンがどうこうとかそういう話もねちらほら出てますけど、やっぱり全然まだ海外旅行とかも行けるような状態でもないし、海外はまだしもクルーズ旅行なんてまだまだ先の話、ヨーロッパではもうね全然始まってるんですけど、日本がねいつそれを始めるかっていうのは全然ね話も噂も出てない状態、私が知らないだけ、そういう状態なので、そういう話を全然ねこれからも出していくんですけれども、今日は一旦お休みして、今回は私がクルーズ客船で働いていて出会ったもうびっくり人間たちの話をしたいと思います。びっくり人間っていい意味でも悪い意味でもって、両方なんですけど、ありえないクレームとかね。というわけで、もしもねこの動画面白いないいなと思ったらいいねと、あとチャンネル登録もしていただけると頑張ろうって思えるのでよろしくお願いします。じゃあまず早速ね1人目なんですけど、1人目のお客様は、カップルのお客様でした。何があったかっていうと、その日はね上下船の日だったんですね。で、船の上下船の日っていうのは、ターンアラウンドデイっていうんですけど、ホテルと一緒、もう10時にお客さん下船全員して、新しいお客さんを12時ぐらいから受け入れて、お部屋は3時から開けますよっていう感じなんですね。なのでお客さんが乗船するのは大体ですよ、港とかあれにもよるんですけど、大体12時から午後の5時とか6時で、そのぐらいに港を出港するっていうのがよくあるパターンなんですけど、そのねお客さんねギリギリの飛行機だったのか、飛行機が多分遅れたんでしょうね。で、もう間に合うか間に合わないかっていうところだったようです。で、船は飛行機ともちろん一緒で、お客様のことを個別で待ったりしないので、乗り遅れちゃったお客さんがいたらもうしょうがないので次の港で乗っていただくっていう形になってます。旦那様ね車椅子だったんですね。で、奥様は普通に歩ける方だったんですけど、多分ね間に合わないと踏んだ奥様は旦那様と荷物を残して自分だけウーバーだかタクシーだか乗って乗船するっていう、滑り込んでくるっていう感じですね、船に。で、チェックインに間に合ったんですけど、旦那さんたちは間に合わなかったので次の船っていうことがありました。もう嘘みたいな本当の話なんですけど、これ私たちもクルーも本当にびっくりで、みたいな、奥さん旦那さん置いてきちゃった。しかも普通ね、しかも車椅子の旦那さんをね荷物と一緒に置いてきたって、自分はもう間に合わないから身軽なね、多分手荷物だけパッと持って身軽だからパーっていけるじゃないですか。で、旦那さんを置いてきたっていう珍事件がありました。いや、かわいそうかわいそう。その後どうなったろう。離婚したのかな、離婚した。でもそうされちゃう旦那さんにももしかしたら問題もあるかもしれないし、これをねどうこう言ってもしょうがないけど、ちょっとびっくりする話でしたね、これね。で、他に言ったら、あとはクレームの話ですね。ちょっとね面白クレームというか、お客さんの本気度が気になるところなんですけれども、船が接岸するときに自分は毎回海側だっていうクレームが出た時もありました。どういうことかっていうと、船こうありますよね。で、港があって、したら船はやっぱり何やってんの私ってかね、こうドックしたらね、自分が海側の時もあるし、自分が港を見れる側にいるかもしれないし、それってもうねキャプテンにもよるし、その港の構造にもよるし、どうアプローチして入っていって、そこに入ったらこう奥まで行って旋回してそこにドックする場合もあるし、本当にねそれはね、それちょっと考えたらわかるかなと思うんですけど、クレームできたんですよね。自分は毎回海側だから、その港にね接岸する時に陸側にしてくれみたいなっていうことがありましたね。なんかそれなんだろう、丁寧に説明するしかないんでしょうね、そういうお客様。でもしょうがないか、しょうがないというか、人それぞれね
いろんな考え方されますから、それをやっぱ口に出すか出さないかだけですよね。やっぱ人それぞれ、私もわけわかんないことを考えてるねこともあるし、それを口に出したらこいつわけわかんねえなって思われるだけだから、その人はまあ素直な人なんでしょうね。っていうことで、そういうちょっと面白い事件がありました。で、あとはもう一つ、これもねクレームで、しかも私あれクレームもらっちゃうかなって思って、ドキドキしてて、でも結局、フロントデスクに怒鳴り込みには来なかったというか、私一つも悪いことしてないから当たり前なんですけど、ちょっとドキドキした話なんですけど、フロントデスクで働いてる時に電話が来て、でその時ね、どっかの港に到着する時で、多分船が旋回したかなんかで、船がね一気に揺れたんですよ、バババって。で、天候も悪くなかったんで、ちょっとたまたまなんかの関係で揺れたんだなって、その揺れは一生続くわけじゃないっていうのはね、いきなり揺れたから分かったんですけど、お客さんから電話かかってきて、今揺れてるけど何なんだと。だから、旋回したんで、ちょっとその関係で揺れてるかもしれないですけれども、もうそろそろ港に到着するんで、そんな長くはかからないですよ、みたいな説明をしたら、いや、船長に話させてくれ、みたいな。それか、船長に、この揺れを止めてくれるように言ってくれ、みたいな。です。結構、なんかね、怒ってらっしゃったんですよね、いきなり。で、私もその時に、私が未熟だったね、それは本当に私の反省。私がその時に分かりましたって、船長にね伝えておきますと、できる限りのことをさせていただきますのでって一言言えば済んだのに、なんでか分かんないけど、私もそこでいや言いたくなっちゃったんですよね。やっぱ人間だからね、しょうがないですよ。いや、ここやっぱり船の上だし、やっぱ乗り物だから揺れちゃう時もありますよと。で、今レッドコンディションって言って、その船が港に着く時と離れる時っていうのは、操縦室ブリッジに電話しちゃいけないんですよ。着岸と接岸っていうのは一番大切な時なんで、電話とかはブリッジの人は基本的に出ないし、しちゃいけないことになってます。それをね全部説明したわけじゃないですけど、一応今港に着く時なんで、船長には話はできないですけれども、でも、基本的にねやっぱ船長だから船が揺れないように最大の努力をしていると思いますって言ったら、船の上にいるのは分かってんだよみたいな、バカにしてんのかって、そこの上げをしとるみたいな、そういうね意味で言ったわけじゃないじゃないですか。でも怒ってる人はね、もう何にでも怒りたいんですよね。もう上げ足取りだから、なんか私なんか怒られて、でそれででも私悪いことしてないじゃないですか。だからでも一応そういう風に取られてしまったので、すみません、そういう意図は全くなかったんですけどって言って、でも怒っててね、なんかいやお前の名前は何だみたいな感じで言われて、だから私もね、いやエリキモリだエリキムラですよと、ジャパニーズで、ジャパニーズはこの船に1人しかフロントデスクで働いてないんで、いつでも来てください的な、そこ最後言ってないですけど、もちろんだからそれがお客さんのね怒り反感買っちゃうのかな。でもそこ言ってないからな。お客さんはお客さんの言いたいようにやっぱクレーム言うとき言うじゃないですかっていうので、私たちスタッフはなんかあると一応上に報告するんですよ。こういうお客さんがもしかしたら来るかもしれないですけど、そしたらよろしくお願いします、こういうことこうがあってって言って、自分からの視点をね一応説明するんですね。これは言わなくてもいいかなと思ったんですけど、一応名前も聞かれちゃったしね、なんか嫌じゃないですか、気持ち的に。だからスーパーバイザーにこういうお客さんがいて、私本当に何も悪いことしてないと思うけど来ちゃったらすいませんよろしくって言って、でもね結局来なかったんですけどね、そりゃそうだって私悪くないもん。嫌な人っていうのが、ありましたね。なんか船の揺れを止めてくれって、電話して言ってくんですよ。もう本気かって感じですけど、本気ですよ。だって飛行機に乗った時に気流が悪い時に入ると、いきなり5メートルとか2メートルとか3メートルとかプップップって動く時あるじゃないですか。私個人的に関係ないんであれ大好きで、もうあれが来ると「みたいな「ジェットコースター」みたいな感じで、もうねあれがねもう本当に好き。もう寝ててもなんか来たっていう感じでね、なんかワクワクするんですよね。もう大好きで、っていう話はいいか。ちょっと個人的な話ですいません。あれでも本当に好きなんですよ、揺れね。っていう感じで、やっぱそのしょうがない揺れってあるじゃないですか。人間の力でどうこうできるもんじゃないので、いつかはねもしかしたらそんな揺れもきれいにならないぐらいの超大型客船みたいな、今もうどんどん船ね
大型化してきて、もう何人乗んのこれからみたいな、まあ、次6000人ぐらいかな、今一番大きいので、6000人ですよ。すごくないですか？もうそれぐらい多いとね、すごい大変ですよね。だから私は大きい船あんまり好きじゃないけど、最近の船は全部大きいからね、新しい船に乗りたいって思うと大きい船に乗るしかないんですよ、これまた。っていう話がありましたと。他にはね、あとこれはねちょっと面白いというか、お客さん可愛いなという話だったんですけど、船の上下船の時、乗船の時は必ずですね、お客様のチェックラゲッジって言って、手荷物、大きい荷物は基本的に預けないといけないんですね。これは、お手荷物の中に危険物がないかとかをチェックするためです。でそれで下船の時は自分で持ってたら自分で手荷物持って下船して OK なんですよ、下船の時は。お客さん荷物を全部パックしてもらって、下船する前日の午前12時とか1時ぐらいまでですねに出してもらうと、船のスタッフがぐるぐる回ってるので、お客さんの荷物を持って、で、翌日、到着、早朝に大体到着するんですけど、到着した時に荷物をターミナルにタグごとに並べておくんですね。そのね旦那様はね、多分ね奥さんにね何でもね頼んじゃう人だったんですよね。自分で何もやんないみたいな、だからしょうがないのかなって思ったんですけど、旦那さんと奥様がその時下船する日の朝ですねいらっしゃって、で私はたまたま、仕事っていうか自分のポジションでね、そのお客さんが下船するような通りにいる役割だったんですね。で、二度見したんですけど、そのね旦那さんね、中に、ガウンっていうか、うちの船浴衣が置いてあるんですけれども、その浴衣を着て、その浴衣の上にジャケットを羽織って、で靴下と靴を履いてるっていう格好で、ちょっと想像してみてくださいよ。そういうお客さんが現れたんですね。って二度目するじゃないですか。でそしたら奥さんに荷物ね、奥さんにそのパッキングとかお願いしたら、自分の分はねちゃんと出しておいて、でも僕のは大切なねシャツとかパンツはパッキングされちゃってたんだよね、ははははみたいな。可愛くないですか？可愛いと思って、そういうのをねいいですよね。もしかしたら人によってはね恥ずかしいとか思ってこうなっちゃう人もいるかもしれないんですけれども、笑い話としてもう堂々と歩いて、そのジャケットだってさ羽織んなくてもいいのにジャケットも羽織ってくるっていう面白いお客さんがいましたね。あと、びっくりしたというか羨ましい、もう正直ねこれはね羨ましいという話だったんですけど、ありえない。海外ってチップ制度あるじゃないですか。サービスをしてもらったらそれに対してお金を払うっていうね。で船の上でもそれは基本的にあるんですけれども、特にラグジュアリー船とかだとそのグレートリティっていうんですけど、チップ代は旅行代金に含まれてるんですよ。だからお客さんね乗ってきても払わなくていいんですね。スタッフに何かやってもらったから、清掃してもらったからって言っても、そのチップはもう払われてるから、プラスでね払うことになるんですよ、そこで現場で払ったら。でもそれを分かってても、船に乗ってくるねお客様、お金持ちのお客様ばかりなんで、それをねやるんですね。もうだからダブルで払ってるって分かってても払われる。でその方法は2つあるんですけど、1つは現金で、1つは、紙にねそのお客さんじゃないな、そのチップを払いたいスタッフの名前と金額を書いて、自分の部屋番号とサインを書いてフロントデスクにその持ってきてくれれば、その方のアカウントにその分の金額がチャージされて、でその金額はクルーもそれぞれ一人一人アカウントがあるので、そこにチャージされるっていう感じになってるんですね。フロントデスクが一つ一つチェックするんですね。クルーの名前が例えば不確かだったりしたら、どのクルーですかって、同じ名前のクルーもいるんで、このクルーで合ってますかっていうのを確認しないと、正しい人にそのチップがそのお金が入らないので、一人一人チェックするんですよね。でその時にね、なんとねそのお客さんね2000ドル、そのお客さんね1人に2000ドル、1人に2000ドルですよ。でそれだけでもちょっと目ん玉飛び出て床に落ちて転がってどこまでも行っちゃいそうなんですけど、もう1人2000ドルで、さらにもう1人は1000ドル、なぜかそこは1000ドルなんですけど、合計5000ドル、もう1ドル100円で計算しましょう、簡単ながら。だから50万円、でもね、
55万円とかそのぐらいですよ。を一つのクルーズでチップとして払う。すごくないですか？一人に20万円、20万円のチップもらったことあります？だからもらってる人見たこともないですよね。いや、びっくりしましたね。で、それをね、見て、こんなのあったよ、すごくないみたいなこと言ってたら、なんか、上司っていうか、スーパーバイザーに、これ、もしかしたらだけど、まあないと思うけど、もしかしたら書き間違いの可能性もあるからエリ電話しといてって言われてなんで私なのと思って、それもなんか言いづらいじゃないですか。これいくら、なんか言い方もね、なんか気をつけないとと思って、でとりあえず電話して、そのお客様ね、もう中国人の方だったんですけど、超金持ちですよ、ほんと。これ一応ダブルチェックなんですけど、誰々と誰々と誰々に2000ドルで1000ドルで合計5000ドルでお間違いございませんかって言ったら、そうだよとか言って、やっぱ200ドルの間違いじゃなかったんだ、合計500ドルじゃなくて合計5000ドルだったのねっていうことがありましたね。金持ちは気前がいいというか、なんかそのお金ぐらいする働きをそのクルーがしたのか、単に友達としてなのか、そんなこともらったらもうなんか何でもしますってなりますよね。まあでもね、そういうお客様は多分フロントデスクとかに来ないで、そういう決まったクルーとかに多分いつも話をするんでしょうけど、っていうのがありました。ちょっとね、本当にびっくり事件っていうびっくり人間の話だったんですけど、もうね、この話はね、結構いっぱいあって尽きないんですけれども、今回は長くなっちゃうので、ここら辺にしておきたいと思います。またね、面白いなと思ったらこういう話もしていこうかなと思うんですけれども、というわけで、今回はこういうちょっと話をしてみました。いいねと思ったらいいねとチャンネル登録もしていただけると、やる気が出るので嬉しいです。というわけで最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。チャオ。